はい、それでは今回はですね、アイシートを使って、このようなね、グラスアイを作っていきたいと思います。作品に入れるとね、このような感じの目ができます。まず、使う道具としては、これはね、僕がオリジナルで作っているアイシート。これがね、ゴールド、それからグリーン、で、アンバー、そしてブルーとね、4色、そしてそれぞれ4種類の瞳孔の大きさで、それが2つずつね、1つのシートで作れるように準備しています。これはね、セットで販売をしています。で、今回は、そうですね、じゃあ、ゴールドを使っていきます。で、その他に使うのは、今回は 12mm のガラスカボション。これは、形状としてはね、いろいろラウンド状のものとかね、ハーフラウンドとかね、平べったいものとかいろいろあるけれども、僕は半球体で 12mm、そして空洞になっていないガラスカボションを使います。そして次に使うもの。これね、大事なところで、ポスカの黒。できれば、細いものが望ましいです。極細あれば、極細。そして、貼り付けるためのレジン。それからちょっとね、着色もやるので、レジン用の着色剤。それと、レジンライトですね。で、あと、レジン伸ばすのに便利な、シリコンシートと、レジン用のヘラ、ゴムベラ。こんなのがあったらいいかな。あとね、細かい作業になるので、目ね、細かい部分が見えないっていう人はね、僕も使ってるんだけど、こういう拡大鏡なんかがあると、作業がすごくしやすいです。はい。ではね、まず、アイシートを使ってグラスアイを作るメリットとしてはね、簡単に、比較的簡単に作れますよっていうところ。で、すごくリアルな目を作るときにみんなやっぱりね、このガラス自体にペンとかね、絵の具とかで黒目を描いて、そして他の素材で光彩作ったりね、目の色作ったりして、なかなか手間がかかると。で、1個出来上がっても安定して作れないっていうのがね、デメリットだと思います。リアルに作れる反面。で、アイシートの場合は、すでに印刷されたものがあって、で、左右均等な状態で作れます。ほぼほぼね。ただ、デメリットとしては、写真紙にプリントアウトしているので、どうしてもね、インクという特性上ですね、レジンとかボンドとかの相性によっては、場合によってはね、この黒い部分がね、紫っぽく変色したりする場合があります。で、それを防ぐためにこのポスカを利用して作っていきます。はい、それではね、早速作っていきましょう。じゃあまずね、拡大鏡をかけます。ものすごくね、手元が見えるようになります。で、一番最初に何をやるかというと、まずこのポスカで、この黒目の部分だけを塗り絵のように塗りつぶしていきます。で、この時にはみ出ないように。で、細かい部分が見にくい人は、さっきの拡大鏡なんかを使ってね、手元よく見ながらやるといいです。で、あまりね、ギリギリまでね、黒目やらなくていいです。ほんの、1ミリ、1ミリはちょっと残しすぎだけど、1ミリないぐらい、ほんとギリギリまでこの黒く着色していいです。目がね、すごく作品の重要なパーツになるので、ちょっと慎重にね、やるといいです。で、こういう風に書きました。で、これはしっかりインクが今これ光ってるの分かります？これがしっかり乾くまで少し待ちましょう。これ見えますかね、大体。こんな感じです。で、今回はまず一番簡単なこの黒目を黒く塗って、そして作る方法。で、こちら側に関しては、もう少し光彩の部分とかをリアルに表現したい場合に、この着色剤を使って、ちょっと手を加えて、もう少しリアルに見せるやり方をやります。で、これ乾く前にレジンをかぶせてしまうと、色滲んでしまうので、必ずしっかりと乾くまで待ってあげましょう。で、乾くまでの間にちょっとね、いろんなペンで塗った場合のね、検証をしています。これ見えるでしょうか？こっち一番左この状態は写真紙のままレジンで接着しています。この場合、一番最初に言ったように、これちょっと色がね、紫っぽいの分かりますかね？
どうしてもね、黒いインクは紫になってしまうんですよね。そのままだと。で、次、こちら。で、これは黒目の部分を色で塗っています。で、使ったペンは、三菱のペイントマーカーっていうのをね、使っています。で、これね、メリットとしては、黒目塗った時に黒目がね、必要以上に光らなくてよかったんだけども、デメリットとしては、これ、わかるように、ここ、デコボコしてるのね、塗料が。で、この塗料がデコボコすることによって、レジンを垂らした時に、どうしても空気が入って、このようにね、空気が入って、失敗する確率が高くなってしまうっていうのがデメリットで。で、次。これは、一般的な油性ペン、マッキーとかですね。油性ペンで塗るとどうなるかというと、これ光に照らすとわかるんだけど、これわかります？黒目の部分が角度によってすごい不必要にギラギラ光ってしまう。そうなると、作品に入れた時に不自然な目になってしまうから、ちょっとそれがデメリット。簡単に使えるんだけれどもね。で、最後。これはポスカです。ポスカで着色すると、しっかり黒くなるのと、こうやって角度を変えても、光が当たっても不自然な光り方がしない。とても自然な感じになります。なので、アイシートを使う場合は、僕はポスカを使うことを推奨します。はい。それではね、こちらの方乾いたので、レジンで接着していきます。で、その前に、ガラスね、こうやっていろいろ、何十個単位とかでこうやって、袋で売ってると思うんだけども、やっぱりね、海外製なので、かなり商品によってムラがあります。で、メーカーも、これがいいですっていうのがね、実はないんですね。というのは、このメーカーがいいなと思って買ってたらいつの間にかね、それを取り扱わなくなってたりとかするので、ちょっとね、結構一か八かなんですけど、買ってみて、で、使えるやつがその中で何個あるかっていうところになってきます。なんていうかな、これわかるかな？欠けていたり、あとその中身が歪んでいたりとか、あとひび割れもね、あります。で、ちゃんと検品されているもの、それを証明するようなものを買うといいです。で、使う前に、接着ね、いきなり本番する前にね、こうやってね、何個かね、こういう、他のところでね、載せてね、試してみてください。で、これ何を試すかというと、ガラスによって個体差があって、その厚さ、このね、厚みが違ったりするので、あとはその欠けてたりするので、このガラスを乗せた時の膨張率が全然違うんですよ。個体によって。で、左右で黒目の大きさが変わってしまうので、しっかりこういう風に合わせて。これなんか今ずれてるんだよね。こっち側の黒目が大きくて、こっち側が小さい。じゃあどれがいいだろうってこういう風に左右均等になるようなものを合わせて、だいたいこれとこれがいいななんて左右均等になるものを探して使うようにしてください。で、角度こういう風にね、少し回して角度変えるっていうのも大事です。はい。これとこれが大体良さそうなので、この2つを使います。それではね、ここからレジンとレジンライトを使います。で、レジン垂らすときは気泡入らないようにっていうことと、あとは、垂らしすぎないようにっていうこと。あと、僕はこのシートのまま直接かけちゃうんだけど、先に切り出しておいてもいいです。そしてね、ティッシュの上などに引いてやるっていうのも、一つやりやすい方法です。量としては、これぐらいですかね。一滴ないぐらい。で、最初慣れないうちは、目玉1個ずつやった方がいいです。その方が確実なので。で、気泡が入らないように上から軽く押さえて、僕はこうやってぐりぐり回してあげます。で、もう1個の方も同じく上から乗せて空気を抜くようにして、ぐりぐり回してあげます。で、あとはこのレジンね、乗せといても自然にこうスーッとこうガラス動いたりするので、それ十分注意してくださいね。で、大体左右ね、いいところで合わせます。で、大体良ければ、あとはライトで照射します。で、このまま、消えるまで1分間放置します。で、道具についたね、レジンはね、その都度拭き取るようにしてください。で、これ当たっちゃったら固まっちゃうしね。で、ベタベタのままだとね、手についたりね、で、手荒れしたりするので、ね、十分取り扱いには注意してください。はい、終わったら、ライトから外して、これをね、しっかり固まっているので切り出していきます。で、切り出すときはね、ほんとよく切れるハサミを使ってください。
このようにね、まずは切り出して、僕はちょっと反りばさみなんかも使いながらやるんだけど、こういう風にカットしていきます。で、今これ見てわかりますかね。ここ、紙の部分、あまりね、ガラスギリギリを切らないようにしてます。まあ、1ミリないぐらい残してあげるように切ってあげます。で、これは、なぜかというと、ガラスギリギリにね、切っちゃうとね、せっかく接着したレジンがね、パカってこう割れちゃうんで、剥離しちゃって、で、中に空気が入ってしまう。するとね、また接着しなきゃいけないので、まあ、1ミリないぐらいのスペースを残してカットしていきます。はい、こんな感じですね。この余白のところもあまり余しすぎても1ミリ以上あると今度装着するときに邪魔になったりするし、この慣れるまではちょっと大変だけど、少しずつ一気に切ろうとしないで、ほんと少しずつカットしていってあげる。やっぱりどうしても離しててもね、レジンが剥がれるリスクっていうのはあるので、で、これレジンが剥がれるの怖い人はボンドでもいいです。全然。ポスカで塗ってるならボンドでも OK です。はい。こんな感じでできました。これがまずね、最も簡単な作り方。ポスカで黒目だけを黒く塗って作る方法です。はい。それでは次ね、着色剤を使って交際の部分をね、もう少しリアルに表現してみるやり方をしてみます。わかりやすくね、この黒目少し小さめのやつを使います。で、使うのはレジンとまず着色剤。で、この場合は僕は黒目を塗る前に先に色を作ります。まあ、レジンね、ちょっとだけでいいです。一滴くらいでいいです。垂らすのと、あと着色剤。今回は黄色に対して少しね、緑入れたいなと思うので、緑。で、ここはね、色調合するとかっていうのは自分でね、いろいろ工夫して何度かね、試してみるといいと思います。ちょっとね、2色調合してみます。今回使ってる色はね、これですね。ビリジアンっていう色とマスタード。この2色を使います。で、このシリコンシートに引いた分、ここでね、レジンにちょっと混ぜて、まあ、使う目の色がゴールドベースなので、あんまり緑緑してても、ちょっとあれなのでね、このマスタードを少し混ぜて、緑を和らげます。まあ、こんな感じですかね。で、僕はね、ここからアイシート、この黒目の周辺、これもまた黒目の周り1ミリくらい、この辺りにね、こういう風にちょん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 とつけていきます。で、周りだけだと中空洞にドーナツ状になってしまうので、凹凸ができてしまうから、黒目の中心部もこういう風に入れてしまいます。要はこの着色剤の入れたレジンを黒目プラスアルファプラス1ミリぐらい外にはみ出るように塗ってあげるっていう感じですね。大体こんな感じで。で、これやっぱりね、僕も今失敗してるけど、慣れるまでちょっと時間かかると思うので、ちょっとね、練習してやってみてください。で、ひとまずこんな感じで。で、照射します。で、余ったのはね、シリコンシートこの間にね、拭き取るようにしています。で、照射してよければね、ポスカをね、黒目塗っていきます。この時も、こうやってレジンではみ出てるけど、黒く塗る部分は、あくまでも写真の中のこの黒目の部分。さっきの塗り方と一緒です。元々の黒目の部分からはみ出ないように塗っていってください。これなら、目玉ね、自分で作ってる人も多いと思うけど、このガラスにこうやって自分で描いて削ったりして、左右ね、合わせるっていう作業がなかなか大変だと思うんだけど、これの場合はね、もともと黒目が描いてあるので、左右の大きさをすごく簡単に合わせやすいっていうかな。塗り絵のように塗るだけなのでね、簡易的に作れます。で、これもね、しっかりとこのポスカのインクが乾くまで、今は光っててまだね、乾いてないからこれをしっかり乾かしてあげましょう。で、乾かしている間にさっきと同じように左右均等になるガラス玉、それをね、探します。どうでしょう。だいたいどこかな。この黒目の膨張率を見るようにします。で、大体ね、均等だったら、大体良さそうですね。
完璧に合うのはないので、もうほぼほぼ合ってるなっていうぐらいでね、探してあげましょう。はい、インクが乾きました。それではね、接着していきます。あとはそんなに難しいことはありません。またさっきと一緒で、レジンを1滴くらい垂らします。そして、ガラスを乗っけて、中に入っている気泡を抜くように、ちょっとグリグリしてやってください。で、今比較するのにね、ちょっと何も、ポスカも何も塗らないで、アイシートだけでの接着をね、ちょっと横でね、一つだけ作ってみます。はい。では照射しましょう。はい。こんな感じですね。ではね、これ比べてみましょう。さっきのポスカだけで黒目を塗ってるバージョンと着色剤を使ってね、光彩を入れたバージョン。そしてアイシートだけのバージョン。これ違いわかりますかね？やっぱりこれ紫ですよね。ちょっとね、薄紫。これのままでも十分使えるけど、ちょっとね、黒みが弱い。で、しっかりこうやって黒を入れてあげると綺麗な目になります。そして光彩を入れると、ちょっとね、さらにこう、じわーっとこう、色が変色していくのがわかりますね。これもやってます。着色剤を使って変化をつけています。まあこんな感じで作ることができます。ただね、慣れないとね、今ちょっとこれもね、雑にやったから、やや気泡が入ったりしてるので、ちょっと練習が必要だけど、まあこのようにね、アイシートを使って簡易的に作れるんだけど、それでもね、十分ね、リアルな目っていうかね、リアルな作品を作るために必要な目玉というのをね、十分作れるので、なかなかね、今、目作るのに苦戦してたり、あとね、市販のアイパーツ、キャッツアイとか使ってて、ちょっとね、おもちゃっぽいんだよなーなんて思ってる人はね、こうやってアイシート使って作るのもいいんじゃないかなと思います。はい。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。